皆さん、こんにちは。日本語デイリーポッドキャストへようこそ。パーソナリティのゆいです。こんにちは、はるきです。ゆいちゃん、今日も元気いっぱいだね。もちろんです。はるきさんもなんだか今日はいつもより声が落ち着いてますね。そうかな。まあ、いつも通りだよ。さて、リスナーの皆さん、いつも聞いてくれて本当にありがとうございます。このポッドキャストは皆さんがもっと自然でもっと楽しい日本語に触れる機会を作るための番組です。はい。教科書だけでは学べないリアルな日本語をたくさんお届けします。ところで、はるきさん、この前、海外の友達から相談を受けたんです。どんな相談？日本語の勉強を毎日頑張ってるのに全然上達しないって詳しく聞いてみたら、毎日机に向かって単語帳と文法の本をひたすら読んでるだけみたいで。なるほどね。それはもしかしたらやり方が少し古いのかもしれないね。真面目な人ほどそういう罠にはまりやすいんだよ。罠、まさにそんな感じでした。それで今日のテーマはこれにしようって思ったんです。古い方法で日本語を勉強しないで、これをやってみて。いいテーマだね。昔ながらの勉強法を否定するわけじゃないけど、それだけじゃ足りない部分があるのは事実だからね。今日はどうすればもっと楽しく効率的に日本語が身につくか、僕たちの経験も交えながら話していこうか。はい、ぜひ。それでは、日本語デイリーポッドキャストスタートです。さて、ゆいちゃんの友達の話だけど、毎日単語帳とにらめっこしてるってことだったよね。そうなんです。単語テストとかがあったら満点を取れるくらい覚えてるのに、いざ日本人の友達と話そうとすると言葉が全然出てこないって悩んでました。その気持ちすごくよくわかるな。実は僕も昔英語の勉強で同じ経験をしたことがあるんだ。はるきさんが？意外です。中学生の時かな。学校のテストの成績は良かったんだ。文法の問題も解けるし、単語もたくさん知ってた。でも、いざ ALT の先生に話しかけられても、ハローとイエスくらいしか言えなくて。わかります。私もそうでした。頭の中では完璧な文章を作ろうとしてるんだけど、口から出てこないんですよね。そうそう。これって例えるなら、料理のレシピ本を隅から隅まで読んだけど、一度もキッチンに立ったことがないみたいな状態なんだよね。なるほど。料理のメタファー、すごくわかりやすいです。材料は知ってるけど、実際に火を使ったり、野菜を切ったりしたことがないから、美味しい料理は作れないと。その通り。言語学習における料理をすること、つまり実践が圧倒的に足りてないんだ。単語や文法を覚えるインプットはもちろん大事。でも、それと同じくらい実際に使ってみるアウトプットが必要不可欠なんだよ。でも、アウトプットって言われても、やっぱり間違いが怖くて、特に日本語学習者の人からすると、完璧な日本語を話さないと日本人に笑われるんじゃないかって不安に思う人も多いみたいです。その気持ちは痛いほどわかるよ。僕もそうだったからね。でも考えてみてほしいんだけど、赤ちゃんが言葉を覚えるとき、最初から完璧な文章を話すかな？話さないですね。まんまーとか単語から始まりますもんね。そうだよね。間違えたり、うまく言えなかったりしながら少しずつ上達していく。言語の学習って本来そういうものなんだ。だから間違えることは恥ずかしいことじゃなくて、むしろ成長している証なんだよ。成長の証。そっか。そう考えると少し気が楽になりますね。失敗しても、よし、今一つ成長したぞって思えばいいんですね。まさに。そうだから、ゆいちゃんの友達にも伝えてほしいな。教科書の勉強は基礎を作る大切な土台。でも、その土台の上に家を建てるには、
実際に木材を運んだり、釘を打ったりする作業、つまりアウトプットが必要なんだよって。はい、伝えます。まずはそのアウトプットが大事だっていう意識を持つことが第一歩ですね。アウトプットが大事なのはよくわかりました。じゃあ、具体的にどんなことをすればいいんでしょうか？いきなり日本人と話せって言われてもハードルが高いですよね。確かにそうだね。そこでおすすめなのが、自分の好きを日本語学習に取り入れることなんだ。ゆいちゃんは何かやってたことある？ありますありまする。私は日本のドラマが大好きだったので、まずはそこから始めました。例えば、昔流行った花より団子とか、最近だとビバントとか。どういうふうに？最初は日本語の字幕をつけてみるんです。で、何回か見てストーリーが分かったら、今度は字幕を消して音だけで聞いてみるんです。そうすると、あ、このセリフこういう意味だったんだって単語が音と場面とセットで頭に入ってくるんですよ。なるほど。それはすごく効果的だね。単語帳で裏切り者って文字で覚えるより、ドラマの緊迫したシーンでこの裏切り者っていうセリフを聞いた方が感情も乗るし、絶対に忘れないよね。そうなんです。それに好きな俳優さんのセリフを真似して言ってみたりもしました。シャドーイングって言うんでしたっけ？シャドーイングだね。聞いた音を少し遅れて影のようについていく練習法。発音やイントネーションがすごく自然になるんだ。最初は全然追いつけなかったんですけど、短いセリフから始めて、よし、今のはちょっと松本潤さんっぽく言えたかも、とかって一人で楽しんでました。いいね。楽しむのが一番だよ。音楽が好きな人なら J-POP の歌詞を使うのもいいよね。例えば、米津玄師さんとか、オフィシャルヒゲダンディズムさんの曲は結構ストーリー性のある歌詞が多いから言葉の勉強にもなるし。あ、それもやりました。好きな曲の歌詞をネットで調べて、意味を理解してからカラオケで歌うんです。そうすると、普段使わないような詩的な表現とかも覚えられて、語彙力が一気に増えました。素晴らしいね。ゆいちゃんの言ってることって、つまり文脈の中で言葉を覚えるっていうことなんだ。生きた文脈、つまりストーリーや感情、メロディーと一緒だと記憶への定着率が全然違う。確かに。あと、日本の文化に触れるっていう意味では、会話の中の相槌の多さにもドラマを見て気づきました。おう、相槌。いいところに目をつけたね。日本人って話を聞いてるとき、はいだけじゃなくて、へーとか、なるほど、ってすごくたくさん言いますよね。最初はそんなに話に割り込んでいいのって思ったんですけど、あれってちゃんと聞いてますよっていうサインなんですよね。その通り。日本のコミュニケーションでは、この相槌がすごく大事な役割を果たしてるんだ。相手に安心感を与えて会話のリズムを作る。これも教科書を読んでるだけじゃなかなかわからない生きた日本語のルールの一つだよね。アニメやドラマをたくさん見てると、どういうタイミングでどんな相槌を打てばいいのか、自然と感覚が分かってくるかもしれないね。はい。だから学習者の皆さんには、まず自分の好きなアニメでもドラマでも音楽でもゲームでもいいから何か一つ見つけて、それをとことん楽しんでみてほしいです。楽しみながらインプットして、それを少し真似してアウトプットしてみる。最高のスタートだと思うよ。ここまでドラマや音楽を使った学習法について話してきたけど、大事なのは、これが全ての人にとっての正解というわけではないということだね。そうですね。アニメに全く興味がない人に、鬼滅の刃を見ましょうって言っても苦痛なだけですもんね。そうなんだ。だから自分は何が好きなのか、何だったら続けられそうかを考えるのがすごく重要。例えば
料理が好きな人なら、日本の料理研究者の YouTube チャンネル、例えば、料理研究者リュウジのバズレシピとかを見るのもいいかもしれない。あ、いいですね。料理の手順を日本語で聞きながら、実際に美味しい和食が作れたら達成感もすごいし、一石二鳥ですね。例えば、大さじ1杯とか、弱火でじっくりみたいな、生活に密着した言葉も覚えられますし。ファッションが好きな人なら、日本のファッション雑誌を読んだり、モデルさんのインスタグラムをフォローして、短い日本語の投稿を読んでみるのもいい。SNS なら勇気を出して、その服素敵ね、みたいに簡単なコメントを送ることからアウトプットを始められるしね。うんうん。本当に探せば方法は無限にありますね。全部やろうとすると大変だから、まずは一つ、これなら楽しそうって思えるものから試してみるのがいいですね。もう一つ続けるためのコツとして、具体的な目標を立てることをお勧めしたいな。ただ漠然と日本語が上手くなりたいと思うより、もっとワクワクする目標を立てるんだ。ワクワクする目標？例えば、3ヶ月後、ジブリ映画の千と千尋の神隠しを字幕なしで見て、内容を8割理解するとか、半年後、京都へ旅行に行って、カフェの店員さんと日本語で注文しておしゃべりするとか。うわー、それすごくいいですね。想像しただけで楽しくなります。目標が具体的だと、今何をすればいいのかも見えてきますね。そうなんだ。ゴールがはっきりしていると、日々の勉強もゲームのクエストをクリアしていくような感覚で楽しめるようになるんだ。伝統的な教科書での勉強も、その目標を達成するための基礎トレーニングって位置づけにすれば、退屈さが減るかもしれない。なるほど。じゃあ結論としては、単語帳や文法の勉強という基礎トレもしつつ、自分が心から楽しめるドラマや趣味を組み合わせた実践練習を取り入れる。そして、その先にあるワクワクする目標を見据える。この3つが揃えば最強ってことですね。まさにその通り。学習はマラソンみたいなものだからね。きついだけのトレーニングじゃ続かない。景色のいい道を走ったり、好きな音楽を聴きながら走ったり、自分なりの楽しみ方を見つけるのが最後まで走り切るための秘訣なんだよ。はい。私の友達にもこの話をしっかり伝えてあげようと思います。というわけで今日のテーマ、古い方法で日本語を勉強しないで、これをやってみてについて話してきましたが、どうだったかな、ゆいちゃん。すごく楽しかったです。やっぱり勉強ってやらなきゃって思うと辛くなるけど、楽しもうって思うだけで全然違いますね。リスナーの皆さんにもその気持ちが伝わったら嬉しいです。本当にそうだね。さて、それでは最後に今日の会話から特に大事なポイントをまとめた今日のベストフレーズ3選を発表します。復習に役立ててください。1つ目、間違えることは成長の証。アウトプットを恐れないでください。間違えるたびにあなたは一歩ずつ上達しています。2つ目、文脈の中で言葉を覚える。ドラマや音楽など生きた教材を使いましょう。単語が感情やストーリーと結びついて記憶に残りやすくなります。そして3つ目、ワクワクする目標を立てる。具体的な目標は学習を続けるための強力なモチベーションになります。わあ、今日の話がぎゅっとまとまってますね。はるきさん、ありがとうございます。そして、リスナーの皆さんにお知らせです。今、はるきさんが紹介してくれたフレーズも含めて、今日のエピソードの完全なスクリプトは、私たちのブログでいつでも読むことができます。アドレスは、japanesedailypodcast.blogspot.com です。ぜひチェックして復習に役立ててくださいね。ぜひ活用してほしいね。はい。そして最後にリスナーの皆さんへの質問です。皆さんはどんな方法で日本語を勉強していますか？教科書以外で何かこれは楽しいというユニークな勉強法があったら、ぜひコメントで教えてください。皆さんのアイディア、楽しみに待ってます。
皆さんのコメントを読むのが僕たちの楽しみの一つだからね。はい。それでは今日はこの辺で、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。またね。